はい、ゆかりんです。今回、VF6 の新モードのバトロワに対応した TTK 表を作成しましたので、また配布します。あかねやで、前々回に投稿した動画を見てくれてる視聴者民は、更新が勝手にされてるから、どのような更新内容かを確認してな。チャンネル登録してない人は、まずチャンネル登録お願いします。TTK 表のお礼としてのチップと思って、本当にお願いします。では、この動画が TTK 表配布で初めて見たよって方に向けて解説するので、前々回を見てるならスキップ推奨。タイムスタンプをおそらく忘れてないならつけてるから、それで飛ばしてな。では、まず TTK 表のリンクですけど、概要欄に貼ってあるので、それをクリック。海外から見てくれてる視聴者は、EN の本をクリックしてな。英語に翻訳した TTK 表が置いてあるからな。クリックすると、この画面に飛べると思うので、書いてる内容を読んでくださいね。内容を簡単に言うと、TTK 等の計算方法と、その説明&使用方法が記載されてます。禁止行為とかも書いてるので、しっかり読んでくださいね。動画で使用する際のルールとか禁止行為があるから、読まずに使うと大変な目に遭うからな。注意してや。字幕で隠されてますが、下のシート名 Q&A にも同じようにガイドラインなどが記載されてるので確認してね。Q&A には基本的な使い方とかが載ってるわ。両方読み終わったら TTK 表を思う存分使い倒してくれや。アップデート情報には今までのアップデート内容が記載されてるので、今なら見てみてください。ゆかりんが頑張って作ってることが伝わるかもよ。それじゃ TTK 表の説明に行きましょう。まず PC 画面下部にあるシート名メイン武器 TTK をクリックしてください。クリックしてもらうと VF のコンクエなどの普通のルールでのメイン武器の TTK が並んでます。距離は5、10、20、35、50、70メートルまでを計測してあるで。 TTK に DPS、BTK に加えて BTTK まで全距離で全ての武器が計算済みです。2025年11月7日時点でのお話やから、その点は注意してな。一応 TTK とかの解説しますと、 TTK はタイムトゥーキル、つまり敵を倒すまでに必要な時間ですね。 SG だけペレットごとでの計算になってるので注意してくださいね。 5.3×15 だと 5.3 ダメが15発出てるってことや。 TTK とかはペレットが全て当たった数値にしてるので気にしなくても OK です。ダメージはそのままの通り一発のダメージやね。 RPM は連射スピードですね。1分間に何発打ち出されるのかです。弾速は弾の速さ、ヒットタイムは弾が敵に当たるまでの時間です。 BTK はバレットトゥーキル、敵を倒すまでに何発必要かですね。 BTTK、 これはエフェクティブタイムトゥーキルでして実行 TTK と呼称されたりしますね。 BF6 では弾速の概念があるから、それを考慮した TTK で実際にキルするまでの時間ってことや。基本的に TTK よりも BTTK を信用した方がいいですね。遠距離になればなるほど TTK 通りのタイムになりませんので。最後に DPS はダメージパーセカンド1秒間に与える理論上のダメージですね。本当に理論値の数値だから、補助的な指標以上の期待はせん方がええでな。これで説明が必要な名称とかは解説できたかな。不明点とか質問があったらコメントで連絡してください。不明点と質問に対して返信しますのでお気軽にどうぞ。ただ返信はすぐにできるとは保証せんわ。特に海外の視聴者やね。ゆかりん、日本人で日本在住でして、海外との時差でゆかりんが睡眠中とか可能性としてありえますので、まあ返信は気長に待ってくれや。その代わりカスタムの内容とか BF6 に関する相談系は極力対応するさかいにな。もちろん BF6 以外でも結構ですよ。好きなアニメはとかでもいいですし。お話が少しずれたから修正するけど、まあ見た通りに全距離あるから、自分の相棒の強さを確認とかしてみるとええわ。サブ武器は別のシートに置いてるから、次はそっちを少し見に行こうか。はい、サブ武器の TTK 一覧ですね。シート名はサブ武器 TTK と記載してるのでわかるかと。こちらも同じように5メートルから70メートルの略距離計測してあるわ。まあ基本的に M45A 一応は M44 使用されると思うので見ることないでしょうが、一応あるってことをお知らせしておきます。必要に応じてみてな。サイドアームに悩んでたら基本的に M44 使っておけば問題にならんと思うで。では次の新機能の解説に参りましょう。一応知ってる内容でも見てくれた人おったらありがとうな。そして今回動画を出すにあたっての新シートです。バトロワに対応したメイン武器の TTK 表ですね。シート名は BR メイン武器 TTK HP150 か HP200 の2つになるで。ただこれだけ説明させてください。まずゆかりん、バトロワ1回しかしておらず使用が不明瞭なんですよね。いつもお世話になってる有名な YouTuber さんからの依頼で急遽作ったから、アーマーの仕様とかが間違ってる可能性があるってことよね。もしアーマーとかのバトロワの仕様について知ってることがあればコメントにて共有お願いしますね。一応こちらで把握してるのは、アーマー体力が1枚で 50HP、アーマーが破損するまでは 20% 軽減される、2枚まで装備可能までは把握してる感じや。アーマーを装備してたら一律で 20% 軽減なのか、武器種ごとで軽減率が違うとか、そもそも 20% 軽減が間違ってるとか、本当にバトロワの仕様に対して無知なんですよね。なので知ってることあれば共有してください。よろしくお願いします。共有コメント一つでこの TTK 表はより正確になるからな。ぜひ協力をお願いするわ。バトロワの仕様に関しての問題点を説明したので、こっからは TTK 表の見方というか説明をします。
ますね。TTK とかはメイン武器で解説してましたので省きますけど、With Armor の単語が入ってる箇所だけ解説しますね。それ以外はシート名メイン武器 TTK と同じ仕様やで。With Armor の単語が入ってる TTK、ダメージ、BTK、BTTK、DPS はすべてアーマーを考慮して、アーマーの体力とか、アーマー装備値 20% 軽減を組み込んで計算されたデータです。シート名の最後が HP150 なら、アーマー1枚、HP200 なら、アーマー2枚を装備した扱いの計算になってるわ。こちらも5、10、20、35、50、70メートルの6距離用意されてます。ただ、バトロワモードだと、元から銃のダメージが違うとかならば、この TTK は間違ってますね。ダメージとかは、射撃場で観測できる数値を持ってきてるだけだから間違っていたらすまんな。バトロワモードでダメージとかを計測できたらよかったんですけど、サーバー立てるにも40人必要とかで無理ゲーでしたので、なので、ダメージとか使用に関して情報を求めてます。些細なことでも良いんで情報ください。一応こっちでも探していくし間違いがあれば、随時修正していく予定ではあるのは言っておくな。最後に、サブ武器ですね。こちらも別シートに分けてます。これまた同じように、HP150 と HP200 に分けて設置してるし、5メートルから70メートルまでの6距離の結果が設置されてるわ。バトロワなら最初に持つ武器はハンドガンなので、必要性あるかなと思ってます。まあ、確認してみ。バトロワに関しては、本当ににわかやから、見て自分で決めるとええわ。これで、今回の TTK 表の大規模アップデートの解説と配布に関しては終わりですね。最後にもう一度言いますが、バトロワ対応 TTK シートは、数値が正確とは言えないので、その点は注意してください。この TTK 表を作るのに、めっちゃ時間使ったので、チップとかお礼代わりに、チャンネル登録を本当にお願いします。ついでにコメント、高評価、ニコニコでのいいねもよろしくな。ぜひぜひお願いします。モチベとかにも関わってきますので、そして、ここまで見てもらえたお礼として、TTK を作成するくらいには、数値を意識するゆかりんが考える、バトロワでの汎用武器等をこの後に流しますね。にわかの意見やから信用度は低いのは内緒な。はい、おまけパートです。見なくてもいいですよ。まず結論から言いますと、ゆかりんが考える汎用武器としては、B36A4、SG553R、M250 の3個ですね。特別枠として M277、SCW、10、TR7 ですね。特別枠合わせて、合計6個の武器を挙げた理由は B36A4 の選出理由が、近中インテリの ECTK の威力減衰カーブが緩やかで、拡散してもレートで補うことができるためですね。バトロワの配信を見てて思ったのが、中遠距離が比較的多く、近距離は少なめの試合が多く見受けられたので、近距離を意識するよりも、全体的にバランスの良い武器が良いと判断しました。また、武器に2つ持てるので、片方を B36A4 にして、片方を SG や SR など特化させたりと、自由度を広げる性能を持ってます。初期カスタムでも反動制御できるレベルなのも良い点です。弾速も780ありますし、万能の言葉が似合う武器と言えますね。次は SG553R ですね。B36A4 はどっちかと言われれば中遠距離を意識してましたが、SG553R はより近距離を意識した武器となります。中遠距離よりも近距離を意識したユーザーはこっちがおすすめってことよね。ですね。SG553R は近距離火力が高くまた精密性も高め、レートも速いと近距離重視のバランス性が評価ポイントですね。精密性とモビリティが初期カスタムでも高くしっかり当たります。ただ弱点として弾速が遅めなので、遠距離は他の武器、例えば LMG や DMR に任せるのが賢明かと。確かに遠距離は弾速が遅いと当てにくいもんな。さらに威力減衰も強めにかかるので、中遠距離の DPS、BTTK は他に劣りますね。バトロワで詰める意識が強い、近距離が多めに戦い方なら B36A4 よりも評価が上がる武器かと。拡散値も B36A4 より安定する点、その人の戦い方でどっちを選ぶかは本当にユーザー次第よね。次は B36A4 よりもさらに中遠距離を重視したい方へおすすめする武器 M250 ですね。この武器の選出理由は簡単で 70M まで威力減衰なし、低反動、精密性も比較的高いからですね。B36A4 よりも良い点がありますが、近距離の ETTK は B36A4 より少し劣りますね。10メートルだと B36A4 が HP200 だと 0.598 秒、M250 は 0.726 秒やね。また LMG の特性として移動速度の低下、構え速度の遅さが目立つので、近距離は他武器に任せましょう。それこそ SG553R と組み合わせるとか相性良さそうやな。それでも遠距離の強さがひときわ目立っており、70M でも 0.805 秒と BTTK 戦武器中3位にいます。1位は TR7、2位は M277 と反動が大きく制御しにくいので選びませんでした。比べて M250 はこの ECTK の速さを持っておきながら、制御可能な反動は選出理由として大きかったです。バイボットを搭載してしまえば、より反動がなくなり DMR であろうとも寄せ付けない凶悪武器と爆滅。ついでに弾をばらまく以上、制圧効果も発揮して、遠距離はこれ一択レベルの強さを出してくれると思います。ここで
からは特別枠ですね。問題がある代わりにそれに似合う性能を持っている武器が選ばれてます。まずはおそらく誰もが思っていたであろう武器 TR7 ですね。お察しの通り反応が強すぎる精密性の劣悪さが汎用武器として致命的と判断しました。さらに弾数の少なさの体力が多いバトロワでは欠点と思えるんですよね。 BTK が高いと取り逃がす場合が多発しそうで、確かに5メートル以外の BTK 戦武器中1位なのは大きなメリットですが、まず遠距離は当たりませんね。近距離に特化するならいいですけど、この反動を抑えられる自信がなければ SG553R や SGW-10SG 系などがいいかと。もし反動制御に自信があるならば M250 とコンビでやられられるかと。一応遠距離との数値上は優秀なんで単発撃ちで対応可能ではあるので、完全に上級者向けですね。めっちゃ癖が強いの。汎用武器とはさすがに言えんよな。デメリットを打ち消せる技術があれば嫌ですよね。次は表面上 M250 の上位互換な武器 M277 です。M250 と同じように 70M まで威力減衰なしに加えて LMG のデバフなし、構え速度も速い武器よね。さらには BTTK も 70M、BTTK0.780 秒と M250 より 0.02 秒速いです。一見上位互換のように感じるんですけど、実際には反動の大きさ、精度の悪さで当たりませんね。ついでに言うと、この武器のヘビーバレル、おそらく効果ないわ。何回か試したけど、拡散が全く変わらんかったんよな。初期カスタムでは反動が大きすぎるカスタムしたとしたので、強みを生かすためのヘビーバレルが効果を発揮しないと結構残念な状態なんですよね。早めに修正してほしい。ヘビーバレルの修正が来たら本当にメタ武器レベルになる可能性はありますね。反動はクラシックバーティカルにロングサプレッサーつけておけば抑えられますので、あとは、これよりはデメリットとは言えんけど、弾数の少なさも DR7 同様に、バトロワでは欠点になるかもな。今は申し訳ないですが M250 の方が汎用武器として強く感じます。ラストは近距離ならば最強の SGW-10 です。まあ弾数に加えて近距離特化すぎる点で汎用武器ではない判断です。普通にこの火力にレートに反動も少ないといいこと尽くしですけど、いかんせんバトロワの体力の多さを考えると弾数が少なすぎますね。カスタム武器として扱うなら使えるようになるな。確かカスタムされた武器を取得できるイベントあるし、似た性能の KV9 とどっちか選ぶってなった時に KV9 よりも弾薬消費の少なさ 10m の ETTK が SGW-10 の方が速いのでこちらを選択しました。 10m だと KV9 が 0.641 秒で SGW-10 が 0.624 秒やね。他の特別枠よりはまだ扱えますので汎用に入れるか悩みましたが、初期カスタムじゃ使えたもんじゃないので特別枠にしました。特別枠に入れた理由が初期カスタムの使いにくさが弾数ってところだけだから意見が悪そうやな。どうせ1回しか言ってないとか考える武器選択ですし、まあ一意見として受け入れてもらえればと思ってます。それじゃおまけのこれで終わりですので、長時間ご視聴ありがとうございました。再三言ってますが何卒チャンネル登録をお願いします。できればコメントに高評価、いいね等よろしくな。それじゃまた次の動画で会いましょう。バイバイ。じゃあの動画を見てくれてあざます。他の動画とかも見てくれても良いんですよ。見てくれたらゆかりんがめっちゃ喜ぶんで、ぜひよしなにコメントもどしどしよこしてね。罵倒だけはやめてね。ゆかりん泣いちゃうから。